皆さんごきげんよう、上川薫です。アメリカによるウクライナへの軍事支援、ようやく再開されるめどが立ちました。アメリカの下院議会において、ウクライナ支援の予算案がようやく採択されたのです。今回の動画では、ウクライナ支援の再開、このニュースについて解説しておきましょう。まず第一に現状から説明しましょう。アメリカのバイデン大統領はウクライナ支援を行うという姿勢を以前から取り続けています。しかし一方において、アメリカによるウクライナ支援は2023年の年末あたりから急減し、現在では完全に途絶したような状態になっています。それというのも、予算の話は議会で決めるものであり、バイデン大統領がウクライナ支援をしたいと思っても、議会で予算が決まらなければ実際には動きが取れないのです。そしてアメリカの議会においては共和党の方からウクライナ支援の予算案を絶対阻止というような動きがあったがためにウクライナ支援は実際に途絶えてしまったのです。なぜアメリカの議会においてウクライナ支援の予算が決まらなかったかといえば、それはバイデン大統領の民主党のその反対側共和党からの強烈な批判があったからです。そして共和党の動きには次の大統領選挙に関わる重要な人物が強い影響力を持っていました。それが共和党の大統領選候補者トランプ氏です。トランプ氏の言動としては、まず第一に政権を批判することが大事ですから、ウクライナ支援を行うバイデン大統領に対してアメリカの国民から集まった税金をウクライナに投入するなんてひどいことをするんだ。彼は非常に無能な人物であり、彼のような人物がいるからこそ戦争は起こってしまったんだという具合にしてウクライナ支援を行うバイデン大統領を批判し続けてきました。またこれに合わせてトランプ氏はウクライナは非常に腐敗した国家であり、このような国家は助けるにも値しない。またウクライナはアメリカから見た場合非常に遠い国家であり、やはりこちらのことを考えてもウクライナがどうなろうとアメリカ人にとっては全く無関係な話だ。さらに言えばヨーロッパの人々はロシアの脅威を声高に言うが、同時に軍事予算は大してもつけず、それでいてアメリカの力に頼りきりになっている。これらのような国がロシアが攻めたいと思えば好きにすればいいというような発言を行い、自分の支持者向けの発言を続けてきました。しかしそのようなトランプ氏が今回の採択の前においては、いやウクライナっていうのはとっても大事な国ですね。このような国を守るためにもアメリカはもっとお金を出してウクライナを支援しなければなりません。なんでこんな単純なことができないんでしょうか。バイデン大統領はバカなのかみたいな話を行いました。なぜこのようにガラッと意見が変わったかといえば、彼の信条である自分第一主義というものがあります。彼にとって非常に大事なのは大統領選挙において勝つことです。そして大統領選挙が近づきつつあります。そしてアメリカの国民はウクライナ支援をすべきですか、やめるべきですかというこの二者択一の場合だと、ウクライナ支援をすべきだという意見が多数派です。トランプ氏にしてみれば、大統領予備選挙の時においては自分の支持者さえ固めれば大統領選に出ることができます。ですからバイデン大統領の政策を批判することに一生懸命だったわけです。そのためにウクライナを足毛にしたとしても全く気にならなかったわけです。ところが大統領選挙に出た場合においては、今度は共和党、民主党、この2つの党派の争いであると同時に、それら以外の支持者の人たちも獲得しなければなりません。そうなるとアメリカの国民のどちらの方にアピールすべきかという話となり、今までのようにウクライナ支援に絶対反対という立場は明らかに劣勢なわけです。これでは票が取れません。ですから急激な意見の変更といったものを行ったわけです。このような意向を受けて共和党の議会の動きとしてもトランプ氏の意向に沿う形でウクライナ支援の予算が議会で採択されるに至ったわけです。議会の採択の様子も少し挿入しておきましょう。なお共和党の方から今回はウクライナ支援の話が採択されたわけですが、もともと予算を通してくれと言い続けてきた民主党の方もこの法案には賛成することにより採択されました。一方強硬にウクライナ支援に反対する共和党の議員たちまだまだいて、それらの人たちは反対票を投じて今回の採択の場においてもブーイングを上げていました。この後議会の流れとしては下院で採択されたものが上院へと上がり、そちらでも賛成多数で議決されるものとみられます。というのも、もともとバイデン大統領はウクライナ支援に賛成していましたし、民主党も同じです。
ですから、民主党の方が多数派である上院においては、さっさと話が決まるわけです。その後、大統領の署名をもってして、ウクライナ支援の予算がようやく執行の段階に入ります。さて、今回のウクライナ支援の予算、総額としては9兆4000億円となります。このうち1兆4000億から5000億程度は、ウクライナへの無償ではなく貸付となります。これはトランプ氏のウクライナに対する無償支援をすべきではないという意見を少し取り入れる形で貸付にするという形になったわけです。ただ、そうであったとしても全体の予算から見れば7兆から8兆円程度は無償支援といったこともあり、この額は日本で言えば1年分の国防費よりも上回るものであり、非常に莫大な額であることは間違いありません。このお金の使い方なのですが、従来米軍が保有している在庫からウクライナに物を渡すとき、そして新しく企業に発注して何かを調達するときなどに用いられるものです。ですから、このアメリカが出したお金、無償支援とは言っても実際にはアメリカの中でほとんどが消費され、その輸送などによってウクライナに渡るもので、ウクライナにこのお金そのものをドンと与えて好きに使いなさいというものではありません。このあたりが結構勘違いされるもので、これだけの額をウクライナに渡すのかというふうに思うのは間違いです。実際にはアメリカ国内で物資の調達などに消費されることにより、このお金を受け取るのはまずはアメリカの軍需産業であり、この軍需産業が様々な兵器などを生産、政府へと渡していくのです。そして今回の支援総額9兆4000億円というこの額は、これまでアメリカが行ってきたウクライナ支援にとってみれば非常に潤沢なものですから、現在のバイデン大統領の任期中にこの支援予算が底をついてまた議会で大揉めといったことにはならないでしょう。ですから少なくとも現在のバイデン大統領の任期中においてアメリカの支援は継続されることとなりました。さて、支援が再開されるまでにはまだ時間がかかります。あくまでもこれは予算の執行がようやく決まろうとしているという点で、実際に予算がつき物が動き出すにはどうしても時間的なズレが生じます。まだウクライナの戦場、その最前線における変化はもうちょっと時間がかかるでしょう。しかし、見通しが立ったという意味においては、ウクライナは非常に勇気づけられることとなります。2024年に入ってからのウクライナの前線における非常に深刻な砲弾不足による劣勢というものは、明らかにアメリカの軍事支援が途絶したことによって起きたものであり、この状況をようやく改善することができるわけです。特にここ最近では砲弾不足だけではなく、それ以外の物資についても非常に深刻な状況になっていました。例えば、ハイマースによる攻撃によって前線を飛び越えたロシア軍の備蓄庫の攻撃などに対してはほとんどここ最近では新しい映像が出てきていませんでした。弾が来ないのであればハイマースによる攻撃もできません。それに伴って前線近くにおいてロシア軍の物資補給拠点ができてしまい、それに伴って前線における攻撃サイクルが早まるといったことなども見られていました。そしてハイマースの弾薬補給なのですが、射程距離80から90キロの従来の弾に加えて、さあそれ以上の射程の長い弾についてどうなるかについては今のところ不透明です。今回のウクライナ支援が決まったこと、それ自体は良いことですし、射程距離の長いものを渡すというのであれば、そのための予算も当然つくこととなります。あとはバイデン大統領が決定するかどうかの話となります。私なんかはもうウクライナへの軍事支援が途絶えていたこの期間の長さのことを考えると、ハイマースのエイタクムスミサイル射程300キロのものを飛び越えるような形で、例えばクリミア半島のクリミア大橋を落とすことだけを指定するような形で射程1600キロのパトリオットミサイルを渡して撃ち込ませてしまえばいいのになんていうふうにもちょっと思ってしまいます。ただしこの件についても残念ながら時間が経ったことにより状況の変化が起こっています。というのも、ウクライナの南部戦線クリミア半島やヘルソン州における補給の大動脈となっているクリミア大橋なのですが、占領されている期間が長引くことによってクリミアからの物資補給ルートだけではなく、東部側にもロシアは鉄道路線を整備し、クリミア大橋がたとえ落とされたとしてもそれ以外の補給ルートを確立しようとしています。もっともっと前であればクリミア大橋を落とすそのインパクトがより大きかったわけですが、時間が経つことによる状況の変化といったものは
クリミアの重要性を下げることとなってしまいました。このあたりの話、共和党がウクライナ支援を途絶させた、その罪は非常に大きいと私は思います。そして、日本として見た場合において忘れてはならないのが、トランプ氏の言動のこのくるくると変わる点についてです。トランプ氏は、ウクライナは非常に遠い国であり、アメリカにとっては何の関係もないというような話をしていました。それと全く同じようにして、例えば日本においても、有事が発生した場合において、全く同じような理論をもってして、日本への支援を出し渋るといったことは十分あり得るわけで、彼の政治信条がアメリカ第一主義であると同時に、自分の考え第一主義であることにも注意しなければなりません。トランプ氏は中国と良い取引ができるのであれば、それがアメリカの国益であり、それ以外の国の動向などには差し気にもしないというような動向を見せることは注意しなければなりません。というわけで今回の動画は、アメリカによるウクライナ支援ようやく再開のめどが立ちました。支援総額9兆4000億円の予算案が下院にて議決され、この後上院と大統領の署名をもって発行されます。この予算が順次使われることによって前線の状況も回復へと向かっていくことでしょう。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを思われたか、ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして情報の更新に役立ったなと思う方はぜひともスーパーチャットのご利用も検討してください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。